にちは、なぴーです。今日開けるリーメンとはこちら。そば和食どころなごみ屋。前回のお寿司屋さんに続いて、また和食で今度はおそばです。小さな和の味わい。全8種類。このリーメンとはちょっと前に発売で、今年の2月12日発売です。またリーメンとの豆情報。これを企画開発された方は、あの日あの時僕の部屋、それと天文学者の不思議な研究所。ちょっとこれ飾っちゃって出払っちゃってるんですけど、これを作った方だそうです。その方が作ったこのお蕎麦屋さん、どんななのか開けてみます。すごい作る部分があるんだね。背面ボードを作るとこんな感じになるんだ。先に穴は開いてるようで作りやすくはなっているんだと思うんですけど、あと外箱もね、いろいろ切る部分があるのかな。なのでこれは最後にジオラマは作ります。1箱目。ここはこんな感じ。1番、こだわりのざるそば。トレー。うっすら木目が入ってるトレーです。ここに、これなんて言うんだろう。ざるそばのざる。ここにおそば。裏側もおそばになってます。美味しそう。上には海苔がかかってます。薬味の小皿。千鳥がついてるのかな。ネギとわさび。そばじょこ、めんつゆ。めんつゆが波打ってる。確かにお蕎麦ってつけながら食べるもんだから常に波打ってるもんね。お箸。これちょっとここだけくっついちゃったのか。なんだろう。私のはくっついてる。これはこれで嬉しい。このままポイって置ける。これがそば湯。そばの煮汁。ただの白じゃない。わざとなのか、こうなっちゃったのか。でも、あと波打ってます。これ、そば湯は外国の方分かりにくいと思うんで、お蕎麦を食べて、みんな食べ終わったら最後に、そば湯をこのめんつゆに入れていただくと。飲む。茹でてる茹で汁にそばの味がするんで、そこまで飲むんです。美味しいから。煮汁まで飲むのかってちょっと変な文化かな。でもこれはこだわりのざるそばだからさ、美味しいんだよね、きっと。麺が美味しいから絶対そば湯も美味しい。営業中の看板も入ってます。裏が仕込み中。さすが。美味しそうなセット。はい、ミニシートは、なんか書いてある。1番、ざるそば。毎朝丁寧にとる一番だしの風味を最大限に引き立てた当店自慢の特製冷やしつゆ。こだわりの打ちたて二八そばとの調和をぜひご賞味あれ。また食後にはそばの栄養がたっぷりのそば湯をお楽しみください。めんつゆも毎朝丁寧にだしから取ってるめんつゆなんだね。なんか毎朝丁寧にで始まるから、このセット、蕎麦屋さんの一日になってるって教えてもらいました。内側は店内メニュー、カツ丼、ざるそば、ポスター、そば和食どころなごみ屋、つゆへのこだわり、だしには選び抜いた本枯れ節を使用し、香りを引き出しております。鰹節のいいやつだろうね。そばへのこだわり。国産のそば粉を使用した二八そばです。毎日打ちたてを提供しております。二八そばだから2割は小麦で8割はそば粉。
全部そば粉にしちゃうと切れやすくなっちゃうのかな。米へのこだわり。コシヒカリを使用。創業当時から変わらぬ井戸水を使用して炊き上げております。井戸水が出るんだ。天ぷらへのこだわり。そばへの相性にこだわった独自の天ぷら粉を使用。菜種油でさっくりと仕上げております。すごいね、天ぷら粉までこだわってるんだ。2箱目。2番、カツ丼で満腹。天丼にできる天ぷらパーツ付き。欲張りだね。はい、またトレー。1番のトレーと一緒ですね。カツ丼の丼。松、竹、梅で松竹梅になってるここ。これは何のお花だろう。菊じゃなさそうだし。ちょっとわかんないけど。カツ丼のご飯。これがカツ丼のカツ。三つ葉が乗ってます。裏は卵で美味しそう。これもパズルでどっかがっちりはまるとこがあるんですよね。あ、ここだ。これがカツ丼。あ、お椀。この前開けたお寿司屋さんのお椀みたいにこんな感じの形になってます。このお椀もう一つ欲しいなと思ってたらここに出てきた。同じぐらいのサイズだ。やった。ここにお味噌汁。これは豆腐とわかめのお味噌汁かな。あとネギも乗ってそうだね。あとお箸。これやっぱり1本ずつバラバラになるんだったんだね。これがカツ丼バージョン。天ぷらも入ってます。天ぷらにこれはめんつゆがかかってんだね。美味しそう。エビが2本とししとうかな。これ衣が美味しそう。かぼちゃとレンコンの天ぷら。これは蓋が閉まんないからきっと尻尾は飛び出しとくやつだね。美味しそうな天丼。白いご飯じゃなくてめんつゆがかかってる風だからさ、食べ途中とかも再現できていいねこれ。はい、ミニシートは2番カツ丼。そばに欠かせない出汁の効いた特製のつゆを香ばしく揚げた大きなカツに染みさせて煮込んでいます。そっか、このカツはもうめんつゆを染み込ませてあるんだって。カツから溢れる旨味をタレの染みたご飯でお箸の止まらないこだわりの一杯です。メニュー表、紙ナプキン。これがメニュー。おそば、ざるそば、かけそば、天ぷらそば、とろろそば、鴨南蛮、おうどん、冷たいうどん、温かいうどん、天ぷらうどん、カレーうどん。ご飯、カツ丼、天丼、親子丼、釜飯、いなり寿司2個、おにぎり2個、一品、天ぷら盛り、だし巻き卵セット、天ぷらとミニそばのセット、天ぷらとざるそばのセット。3箱目。おかもち。3番。出前も受けたまわります。お昼時になってきたのかな。出前だって。開きます。おかもち。この棚板も取れる。すごいね。これで出前に行くと。これが丼。これはとろろそば。こうしてこう。海外の皆さん、これは目玉焼きじゃないですよ。とろろがここにかかってて、卵の黄身だけがここに乗ってます。でこれネギです。このネバネバのお蕎麦が美味しいんです。お皿と、これがお稲荷さん。お稲荷さんなんてわかるのかな。味のついてる油揚げの中にご飯が入ってます。
これ割り箸、これをここに入るのかな。で、お昼ご飯の出前。ミニシートは3番とろろそば。山芋の粘り気と香りを最大限に引き出すため、とろろは手間暇を惜しまず注文のたびにすりおろしたものを使用。滑らかなとろろの舌触りとつるっとしたそばののど越し、2つの食感を楽しめる一杯です。これ出前用のメニュー。名古屋の地図が書いてある。また千代田区麹町。箸袋。これ切ってこの割り箸を入れます。出前伝票。とろろそばといなり寿司。出前のメニューもさっきのメニューとほぼ一緒じゃないかな。4箱目。4番。だしにこだわったカレーうどん。はい、またトレーで丼。これがカレーうどん。すごいリアルな感じなんじゃない？裏はこんな状態だけど、うどんと人参とかお肉、あと上ネギがかかってる。それとお水のコップ。その中にお水だけどちょっと薄い色がついてます。で、これがピッチャー。氷もいっぱい入ってて。お蕎麦屋さんってこういうのだよね。口のところ、こっち向きだと氷までガチャガチャガチャって注げて、こっち向きだと氷は出てこないってことなのかな。それからお箸。ミニシートはエプロンついてる。メニュー、カレーうどん。そば茶ご自由にどうぞ。これはそば茶なんだね。これが紙エプロン。カレーうどんは洋服に飛んじゃうんで、紙エプロンして食べた方がいいです。4番、カレーうどん。うどんには厳選した国産小麦を使用。カレーは特製の出汁を組み合わせて3日間煮込みます。すごいね。このお蕎麦屋さん、だしもちゃんと取るけどさ、カレーも煮込んで3日かけてるよ。もちもちとしたうどんの食感とだしの風味が濃厚な特製カレースパイスが合わさった当店こだわりの一杯です。すごいね。美味しそうなカレーうどんです。5箱目。5番、あったかい鴨南蛮。はい、トレーに丼、お蕎麦、めんつゆ。めんつゆのところにくぼみがあって、ここに置いてってねって感じになってる。これが焼いてあるネギで、これが鴨南蛮。小皿で、これはたくあんかな。たくあん？ご飯じゃないのに。これは何だろう。ネギはもうここに乗ってるからね。この白いのは何だろう。あとまたお箸。あれ、これなんだろう。鴨南蛮食べるときこんなの出てきたかな。なんかの薬味かなんかを、唐辛子かな。これはメニュー立てみたいですね。あとお玉。調べたらやっぱりこれは七味入れですね。白いのは生姜かもしれないね。はい、ミニシートは5番、鴨南蛮そば。鴨肉は最高級国産合鴨、プチ鴨のロースを使用。上品な鴨の旨味と鴨油で焼き上げた香り高いネギとの相性が抜群の一杯です。お好みで黒七味をかけてお召し上がりください。ここに黒七味が入ってるんだ。これがお品書きメニュー表ですね。切ってここに立てる。鴨南蛮。当店おすすめ鴨南蛮。深い鴨の旨味とネギの香りが豊かな一杯。6箱目。
6番揚げたて天ぷらとミニそばのセット。ざる、そこに多分このミニシートの天ぷら用式紙、ちゃんと油の染みまでついてる。これを切ってここに敷いて、そこに天ぷらを持っていくんだ。エビが2本。企画の人は揚げ物をたくさん入れましたって言ってました。こんな揚げ物だと大晦日とかの年越しそばで使えるね。ナス、舞茸の天ぷら。これが大葉。片側だけ衣がついてる。ここにミニそば。ちっちゃめの丼におそば、めんつゆ。おそばここに入れるんだけど、これを入れるとここにおそばの絵も描いてある。これは豚水、この取っ手がついてます。ここにめんつゆ、また波打ってる。薬味のわさび、小皿に貼り付いてます。で、箸。天ぷらをたくさん食べたい人向けだね。おそばはちょっと食べれればいいって。はい、ミニシートは天ぷら盛り。天ぷらにはその日に市場から仕入れた新鮮なエビと店主が厳選した旬の食材を使用。出汁の効いた特製の天つゆと、何塩？わさびじゃないんだこれ。もじ塩って読むんだ。もじ塩と国産抹茶をブレンドした抹茶塩。これは抹茶塩なの。海藻の緑じゃなくて抹茶の緑。2通りの食べ方でお楽しみいただけます。この天ぷらをめんつゆにつけて食べるか、こっちの抹茶塩につけて食べるか、両方楽しめるって。天ぷらとミニそばのセットのポスターと天ぷらの敷紙。7箱目。7番、締めの釜飯をそば焼酎で。これが釜飯のトレーかな。余計燃料に火がついてる。そうだね。先にこれを、火がついてて、ここにかぶせて、ここで釜飯を作ると。ご飯、鮭。この上にいくらかとびっこかな。でネギがちょっと乗ってて、これが釜飯の蓋。すごい美味しそう。こっちだな。こっちが表面だな。これがそば焼酎。私お酒飲まないからわかんないんですけど、ラベルがついてる。本格そば焼酎2割8割。そば焼酎。これにこの氷が入る。ちゃんとトングまでついてた。ここに入れるんだ。それでそば焼酎を入れるとこれが入る。あとしゃもじも入ってました。この釜飯が炊き上がったらしゃもじですくって、お茶碗はないんだね。焼酎の方のセットがあるからご飯茶碗はなかったけど。ミニシートは7番、鮭とイクラの釜飯。とびっこじゃなくてイクラだったんだね。コシヒカリと脂の乗った鮭をご注文を受けてから一つ一つ丁寧にこだわりの出汁で炊き上げます。鮭の旨味と後乗せイクラの新鮮な味わいが口いっぱいに広がるおすすめの一品です。美味しそう。伝票、釜飯とボトル、レシート、釜飯とそば焼酎、ボトル。この人これ全部飲んじゃうのかな。締めの釜飯をそば焼酎で、だから何人かで飲んでるの？これが店内メニュー。釜飯、本格そば焼酎2割8割、ボトル3000円、グラス500円。
焼酎作り一筋の蔵元によるすっきりとした後味の本格そば焼酎。最後8箱目。8番真心を込めて明日の仕込み中。7番は結構夜遅くなってきて締めの釜飯を食べに来てる人がいるから、もうこれ閉店時間なんだね。明日の仕込みが始まった。これが石臼。こう違うな。こうか。真ん中の穴に刺すんだ。こっちに刺しちゃった。こっち真ん中の穴に刺す。でこっからそばの実を入れるのかな。それでこれでゴリゴリってすごい両面こう模様が入ってるから本当にねゴリゴリしてる。これがそばを打って広げた状態。粘土だね。もうこれを折りたたんでこうなって、うっすらここ筋が入ってるんだけど、これでさ、これがそば用の包丁かな。でちょい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 って切っていくと。こんなミニチュアなかなかないよね。リーメンとしかこんなの作らないよ。ガチャガチャでも石臼なんてないんじゃない？ミニシートは8番そばの素材。使用するそば粉は季節米に産地を変え独自にブレンド。いつでも最高の状態でお召し上がりいただくために、その日に使う分だけを石臼で引き、天候やそば粉の状態によって水分量などを調整しながら丹精を込めて打ち上げています。店内メニュー、天ぷら盛りとポスター。なんか最後の最後にそばの栄養とかいうのを入れてきたよ。そばの健康効果は広く知られるようになりましたが、では具体的にどのような栄養があるかご存知でしょうか。ポリフェノールの中でも効果の高いルチン、良質なタンパク質、腸内環境を整える食物繊維、豊富なビタミン B 群、多彩なミネラルなどなど、そばを食べることはとても健康に良いのです。ぜひ毎日お召し上がりください。そば1食あたり130キロカロリー、白米1食218キロカロリー。毎日食べていいものなのかな。そんな贅沢な。はい、いつも通りこのミニシート全部切ってジオラマボードも組み立てて並べてみます。いかがでしたでしょうか。前回のお寿司のリーメントに続いてこのお蕎麦のリーメントも内容が濃かったです。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。今回のおまけです。このお蕎麦屋さんの企画開発された方はこの2点作られたそうで、見比べてみたら面白いものがありました。X には前に書いたことあるんですけど、こっちの天文学者の1番、これが入ってるんですね。あの部屋の時、僕の部屋の7番。見比べるとこっちが古代でこっちが現代なんですよ。望遠鏡、ペン、星座の本、星座早見表。すごくない？これ絶対かぶせてきてるでしょってやつですよね。同じ人が作ったって知らないと全く気づけないことでした。ちょっと気づいちゃったんでお伝えしました。ではでは、
おまけまでご視聴ありがとうございました。